ブルンの教えてゲームクリエイター。はよんぱー、バブルンだよ。今絶賛発売中の新作パズルボブルエブリバブルのゲームクリエイターのみんなにゲーム制作のお仕事についてのお話を聞くシリーズ。第7回目はシナリオライターのお仕事についてインタビューするよ。今回のゲストは前の回でも登場してもらったおなじみのこの方。はよんぱー。わすいません、レベルデザインの回の続き2度目の登場です。株式会社台東、普段はレベルデザイナーやゲームデザインの仕事をしておりますが、今回はシナリオライターのよまさとして登場します。よろしくね。まず最初にシナリオライターってどんなお仕事なの？ズバリ物語を作る仕事です。でも物語だけじゃなくて、それを作るのに必要なキャラクターのプロフィールだったり、セリフだったり、世界観の設定だったり、ゲーム内に出てくるテキストだったり、あらゆるテキストを書きます。お話だけを作る仕事じゃなくていろいろ関わってくるんだね。いよまささんは具体的にはどんなお仕事をしているの？様々なゲームのショートシナリオの作成と、キャラクター名やスキル名とかアイテムとかの名称を決めたり、それらの生い立ちなどのフレーバーテキストの作成を行ってきました。パズルボブルジャーニーでは中盤以降のショートシナリオをかなりの量書きました。おかげでバブルンのことは本人以上に知っているかもしれません。僕以上に？僕のこといよまささんに知り尽くされちゃってるのか。ところでフレーバーテキストって何？フレーバーテキストはスキル名やアイテムの効果や詳細とは関係のない世界観、雰囲気などを深掘りするようなテキストのことですね。なるほど。パズルボブルエブリバブルのミニルンカーの説明の時速 4km ですみたいなやつだね。そうです。でもそのフレーバーはね、もともとデザイナーチームさんがデザインコンセプトの打ち合わせの時に書いてたんじゃないかなっていう一言が残ってたので、これでもドンピシャだなと思って、そのままゲーム本編にも使わせてもらいました。あれ、かわいいよね。シナリオライターのお仕事はどんなところが楽しいの？無から有を作り出す行為が非常に楽しいです。キャラクターのセリフを書くまでは何もなかったのに、書いたことでお客様がより想像できる、物語が増える、考えたり面白く感じてもらえる時間が増える、これが喜びであり楽しいことであります。確かにキャラクターのセリフ一つだけでもどんな性格なのかなとかイメージしやすくなるよね。それじゃあどんなところが大変なお仕事なの？ゲームを買ってくれたお客様、誰もが楽しめる物語の範囲を決めることが大変です。A さんに面白い物語が B さんもそう感じてくれるかの保証はなかなかなくて、かといって誰にも刺さらないふわーっとした物語だけでも面白くないだろうな、書く意味がない、でも書いたことで誰かを傷つけることは絶対にしたくないという中で、きっとここまでだったら皆さんに楽しんでもらえるはずだというような言葉を考えていくのが大変な点です。やりがいはありますが。なるほど。その人の環境とか文化によってはそんなつもりがなくても傷つけちゃうことがあるかもしれないもんね。大変だ。じゃあこのお仕事で一番大切なことって何？そうですね、ゲームごとに定められた文字数の範囲で最大限盛り上げることかなと思います。他ジャンルでも制限いろいろ多いでしょうけど、ゲームでは特に表示できる物理的な範囲やゲームテンポを落とさない物量が求められます。その中で楽しんでもらえるような会議を一つ、句読点一つまで工夫するのが大切だと思います。確かにテンポが落ちちゃってストーリースキップされたりしたら悲しいもんね。それじゃあシナリオライターのお仕事ってどんな勉強をしたらできるの？今はね、シナリオライター専門学校とか必ずあるはずで、ちゃんと勉強するのが本当に仕事にするのに一番いい近道だと思いますが、僕だけの話をすると、僕は過去に十数年前にもう少人数でソーシャルゲームを作ろうという中で、他に誰もやる人がいなかったので、ちょっと書きたいな、書き始めたいなと言って始めたところが、実は正直なところです。それでもう初期から書いたものをですね、もうライターの実績、過去に対策のテキスト書いてきましたというような方、社員の方にですね、確認してもらい、ダメなところは何でも直しと時間もらってですね、何度もやって繰り返して徐々に勉強して、自分の仕事にしていきました。そんな風に叩き上げでものにしていくのも
今は良いと思います。そうなのか。イヨマサさんみたいに専門でやってたわけじゃないけど、必要になって担当することになって仕事になるパターンもあるんだね。パズルボブルエブリバブルでは、イヨマサさんはどんなお仕事をしているの？ストーリーの各エリアで出てくるバブルンたちの掛け合いのセリフや、マップ上で確認できる物語の概要テキスト、あと思い出アルバムで確認できるお供たちの紹介文も書きました。他には全キャラのボイスの元のセリフも書きました。パヨポヨパヨンパーとかですね。こちら全世界で同じセリフなので、どこの国の人が聞いても問題ないように、特定の言語ではなくオノマトペのセリフを考えました。パヨポヨパヨンパー、パヨンパーの強そうなやつって感じで、なんだかわかりやすいよね。そういえば、ボイスの台本の演技補足もイヨマサさんが書いたんだよね。あ、こんな感じで演技してもらってね、とかなり書いた記憶がありますね。はい。土屋さんが癖が強かったって言ってた。チャックンへのステージクリアの時のセリフの演技指導が幸せな小鳥とだけ書いてあったり。土屋さんならもうそれで良いもの取ってもらえると思う僕を信じてです。ちょっと無茶ぶりですけど一番こうしてほしいなというのを書き切りました。はい。ボイス録音の時にはですね、他にバブルンの仲間たちをね、最もよく知るタノフィーさんと戸崎さんもいたりしたので、ね、もうこれで大丈夫だろうと強気でいきました。はい。幸せな小鳥。嬉しそうなイメージは伝わるね。間違いないです。それじゃあ、イヨマサさんが特にこんなとこにこだわったよっていうのはどんなところ？条件を満たすと遊べるようになる各エリアの EX ストーリーというのがあるんですね。キャラごとに特色なる物語をここでは書きました。ここは今までになく話が濃いです。パズルボブル、バブルボブルのキャラクターたちの扱いを担う部署の方と、ここまで表現して大丈夫かな、こんな風なストーリーにして大丈夫かなをしっかり確認しながら進めました。読んでいただいたら読む前よりきっと登場キャラクターさんたちを好きになってもらえると考えています。パズルボブルってパズルゲームだから、これまであまりキャラクターの掘り下げってされてこなかったんだよね。みんなに僕の友達たちの魅力がたくさん伝わるといいな。それじゃあ、こんなところが難しかったよっていうところを教えて。さっきも少しお話ししたかもしれませんけど、書きすぎてゲーム全体のテンポを落とさないようにすることが難しいところですね。小説を書くわけではないので、ゲーム全体を通した体験として調整するのが難しかったです。あとは全体的に厳しい言葉になりすぎないようにも気をつけました。厳しい言葉？大変なことが多いこのご時世、せめてゲームの中だけ、このゲームを起動していて遊んでもらえてる時間だけはですね、ほんわかとあったかい気持ちでいられるようにと願いを込めて書いたつもりです。パズルボブルエブリバブルは平和な世界だからね。ストーリーはみんなに平和に楽しんでもらえるといいな。前も聞いたけど、前は言えないこともあった時期だったと思うから、もう一度聞いちゃおうかな。イヨマサさんにとってエブリバブルはどんなゲーム？前回話せませんでしたが、ストーリー以外にももう4人まで遊べるオンラインランキング専用ステージやオンライン対戦もあり、2対2もあり、簡単には遊び尽くせないボリュームになってます。ストーリーの EX ステージの開放には、実は通常のステージを特定の条件でクリアする必要があるので、やり込みが必要になる時があったり、もっと言うと、もう全音も全キャラクターを開放して全てのフレーバーテキストを読むまではたくさんやることがありますので、しっかり遊べるお得な一本になっています。平和な世界だけどパズルは結構やりごたえがあるからね。ぜひやり込んでみてね。それじゃあ最後に見てくれているみんなへのメッセージをお願い。ぜひ全キャラ&全音も開放を目指して遊んでみてください。お子様の方はもし難しかったらお父さんやお母さん、ね、なんかお友達とかに手伝ってもらってください。そしてその都度解放される物語やキャラクターボイスも楽しんでもらえたら嬉しいです。これまでのパズルボブルシリーズの中で一番ストーリーや世界観が掘り下げられてるタイトルになってるから、みんなにしっかり読んでもらえると嬉しいな。小ネタをお願い。ゲーム起動時、タイトって声がするんですが、こ
こは対戦で使用可能になったキャラクターがランダムで喋ります。声当てゲームができそう。